題名の話を私も聞いたことがありますが、うちのメダカは違うようです。まず自然界でメダカは本来ヤゴ、フナ、カワセミなどとの日常的な戦いに備えているはずです。めちゃくちゃ突然話が変わるのですが、フロリダのワニは最小限のカロリー消費で能率的に獲物を捕らえることで数を増やしているそうです。そんなワニとの戦いに備える現地ブラックバスは、味わいだ舌触りだと優雅なことは言っていられないので、口に入るものは何でも素早く泳ぎながら飲み込んでいき、オスが一定期間子供を守って体を張ることで個体数維持というなかなか苛烈な環境にお住まいです。現在そんなブラックバスがメダカが泳いでいるはずの池にいたりして、ここにワニは絶対に来ませんよと教えてあげられたらいいのですが、それは不可能に近く、ただ見守ることしかできません。そもそもブラックバスがそれを知ったところで習性を下方修正できるのかという疑問も残ります。結果、彼らはゆっくりと自分で自分の首を絞めていき、最終的には食べ物がなくなり、共食い街道まっしぐらに見えます。ブラックバスだけ愛するならバス天国最高と思うかもしれませんが、狂牛病について調べていただくと、共食いの危険性は理解できると思います。共食いできる種は多くいても、共食いで生活維持する種がいないのはこの辺が理由で、だったらブラックバスごと不幸なのではと感じますが、正解は各研究者の方々に聞いてみないとわからないので、メダカの産卵に話を戻します。メダカの受精行為を簡単に説明すると、オスがヒレを折りたたんでメスの体を捕まえて固定、その後卵に体液を放出してかけることで受精が完了。このオスがメスを抱きしめる時の様子ですが、メダカの倍ほど大きな魚がホバリングして見えるという、かなり異様な要素を呈しています。その目につきやすさと2匹の無防備さを踏まえて、メダカの住環境はワニから逃げるほどの苛烈さはないのですが、オスがメスの腹をつついてそこから卵が出てくるようでは、さすがにあまりにのんきが過ぎると感じてしまいます。腹をつつく、卵が出る、そこから抱き合うというサイクルを繰り返していると、私がカワセミなら腹をつつくという目に留まりやすい派手な動きを木の上から探し、その後その2匹がどこか水草の横に一定の時間じっとする時を待って素早く襲いかかります。うまくすれば2匹とも食べられるかも。木の上から見えたら狙われて危ないからしっかり隠れようと、メダカが水草に潜り込んでくれる瞬間を私がヤゴなら待ち構えます。2匹丸ごとはさすがに無理でも1匹は高確率で仕留められそう。そして私がフナならこのヤゴがメダカを狙う瞬間を狙って素早く襲いかかります。うまくすれば3匹丸飲みで今日の栄養補給は完了。あとはカラスに見つからないよう隠れて一日をやり過ごします。ここまで来ると春先はゴミ出し日を私に教えてくれるほど賢いカラスがこの一連の動きを見逃して活魚より生ゴミを優先して狙っているとはなかなか信じがたいです。ここでやっとうちのメダカの産卵サイクルの話に戻りますが、オスが手当たり次第誰彼構わず抱きついていくのがスタート。オスがオスに抱きつくという行為を最初に見かけた時は漠然と愛ゆえの行為かなと解釈していたのですが、それなら抱きつかれて応じるオスが出てきていいはずなのに、オスに抱きつくオスが多い割にはめちゃくちゃ怒っておっぽで激しく払いのけるオスしか見たことがなく、不思議に感じていました。一方でメスについてはさっきまで誰も卵をつけていなかったはずなのに、わずか20分くらいの間にふと気づくと山盛りに卵をつけたメスが何匹も泳ぎ回っていて、みんなどこかに隠れていたのかなと感じることが多くありました。しかし今日はメダカが少ないなと感じたら、私には高度の異変なのでそれもなんか違うなという印象。そこで私にはこう見えるという解釈ができてきたのですが、まずオスがメダカに抱きついていき、
メスならそれに即刻応じて 2,3 個の卵を排出、その場で受精卵を3個確保、もしくは 2,3 個の卵はすでにぶら下げているのかも。この排出の順番は臨機応変に入れ替わるような気がします。メスはまた泳ぎながら体内で凍卵しつつ次のオスを待つ。これを繰り返していき、最終的に大盛り受精卵を確保。こう考えると受精卵と無精卵がこのように女子の中で時々混在する理由もすっきりわかるような気がします。これを産みつけるときは泳ぐ腰を少しひねる、勝手に卵が引っかかる、これをほぼ同時に行える場所をメスが泳ぎ去ることを卵の産みつけと呼ぶという感じがします。となると、オスがオスを払いのけるのは俺は男やと瞬時に教える技で、メスがオスを払いのけるときはまだ卵が体内にないと教える技。抱きつく方は払いのけられたら次と理解するだけでいいとなっているように見えます。こうなると私がカワセミでもいつどこで誰を狙えばいいのかかなり分かりづらくなります。女子の腹をつつくメダカはうちでは男子ではなく女子です。これは産卵場所の取り合いの話になるのですが、全部のメスが同じ根っこに卵を産みつけたら船にはごちそう祭り。そうならないために卵が産みつけられているのを目立たない感じにしたいという意図があるようで、じゃあどうすればいいかというと、他のメスの卵を食べてしまえば自分の卵だけが残るので、良さそうな産卵場所を自由に選べます。ついでに栄養補給もできて一石二鳥。また腹をつつくという派手な行為でカワセミの目を引き、自分は確保していた経路で逃げ場所へ隠れることで、相手のメスを食べてもらえば自分の卵の生存率がアップ。ご存じない方のために説明しておくと、腹をつつく一連の動作で、つつく方は腹に忍び寄るだけの静かな泳ぎとなり、狙われたメスは驚いて振りほどこうとするので、体を大きく翻すかなり派手な動きを見せます。同様に他のオスの受精卵を追い落とし、ついでに栄養補給がしたい目的で、卵や体内に卵があるはずのメスの腹をつつく、メスから相手にされないほど年若いなどのオスはいます。こういった目的で他のメスの腹の卵をつつこうとするメダカはよく見かけますが、最近はそれもポーズな印象で、ある年には私の掃除中の目線が動き回る範囲に全ての卵を産み落としていくという女子が何匹も出た年がありました。私が見つけた以上絶対に食べさせないし、完全に安全な稚魚水槽に持って行ってもらえるというのを学習したメダカがいたようです。ただ私がそこまで当てにならないと悟った時があったようで、それが何年も続くという状態にはなりませんでした。メダカはブラックバスと同じスズキ目、口の形もいわゆる獰猛な魚の特徴です。サイズ感があまりに違うので無抵抗に食べられるだけですが、もしブラックバスと同サイズならおそらくバスチが稚魚を守りきることは不可能だと思います。ただ現実問題としてメダカもバスも苦しそうに見えるので、生き物と暮らす前にはそのデメリットごと愛せるか、自分の性格に合う生き物かしっかり調べておきましょう。私の水槽にいることを喜んでいるか不明ですが、そういった熾烈な争いからは守られているというところで、ある程度は懐いたろかと思ってくれているかもしれないというある一つの水槽の例でした。